にちは。今回はウマ娘シンデレラグレイ第19話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。落ちたのかよ。ここで落ちるのよ。毎年数人らしいからね。トレーナーライセンス。ハンター試験並みの難度ちゃん。海星高校卒の人も13回落ちました。卒業生ゼロの年もあるらしいよ。そういや前にキス候補生が全員退学したって見たな。卒業0人って初めてだったとか。ウマ娘版お前ら。お前らがこんなに可愛いわけないだろ。今回はため会だったか。可愛い要素多くてよかった。豊かなにやっとん。 DT みたいな反応。シンデレのスーパークリークは異様に可愛い。プリティ不足の仲良をやっとる。ベルノやシチーもプリティ成分要員として頑張ってる。マーチとオグリ尊いな。笠松時代のメンバーと再会良いね。ベルノの背中を押すのええな。簡単オグリかわいい。オグリが流すだけで他はついてこれなそう。アーシちゃん、ジャージそんな着方だと走りにくくない？ドレス着て走るやつだっているんだし。今日の会長かわいいな。会長はいつも可愛いだろう。なめるな。皇帝何年トレセンにいるんだよ。これは大事だな。あのマジな顔は。北原再登場よかったな。妙に楽しい回だったな。笠松組は癒されるな。いいアニメだな。レース内回でも楽しめたな。北原いいキャラやな。旧友笠松組と今でも仲良いのは良いけれど、オグリって中央に来てから新しい友達できていない。アルダンとカチヨと友達なんじゃね。そこは今競い合う相手だし。ベルノちゃんかわいい。ベルノちゃんまだウマ娘扱い。北原が合格する頃にはオグリのピーク過ぎてたりしない？はい。オグリも試す顔になってるぞ。なんやこのオグリ可愛すぎる。今回はプリティマシマシやな。プリティでなくともこっちのオグリンの方が可愛くない？今日は作画が全体的にプリティだな。ゲームだとプレイヤーは初手からトレーナーやってるから、トレーナーになること自体のハードルの高さはなんかふわっとしてるな。フリオーサのシナリオは地方トレーナーからの挑戦。でもここで落ちてるようじゃもうオグリの現役中は間に合わなそう。クリリンとスーパーサイヤ人になった直後の悟空くらいの差があるのでは。地方と中央とか偏差値が1段階違う学校とか、マジでサイヤ人編とナメック星編みたいな勢いでレベル変わるから恐ろしいよな。やっとオグマチよ。あら、こういうので良いんだよ。レースやってるよりこういう回の方が面白いのな、このアニメ。今日はプリティーな回だった。落ちてよかったのかもしれないな。ガチでエリートだからな。中央の調教師。何回も落ちたらオグリ引退しちゃうやんけ。合格する頃にはオグリピークアウトしてるんじゃね。そんなに難しいの？筆記試験が。なんなら面接試験もクソ難易度だぞ。競馬法に関する法律の知識、馬体に関する獣医の知識、経営に関する経済の知識、この辺り全部必要。星を特等席で見る。デジタンがやってることを映像化するとこうなるのか。オグリあたりの時代、領域使いがそこら中でリポップするのやばいよね。実際当時は史上最強世代だったオグリ世代。数年後マック世代がタイで並んだが、リプタが三強扱いされてるけど、レースが描写されてないの残念だな。視聴者的にはクリークの方が印象強いんじゃないか。マルゼンさん、本当にゾーン発動してたんですかね。おそらくするまでもなかったと思われる。ねえこの機械なーに。馬かだよ。現実では IC カードで馬券が買える機械。この世界では。ねえこの席って外と何が違うの？席で馬券が買える。エアコンが効いてて快適。ですやい。新指定席は実際使ってみるとすごい快適よね。オグリキャットが本当に欲しかったものはこれだな。ドキューと第3弾はシングレってこと。競馬場ってもっと汚いのかと思ってた。そうでもないんだ。普通に綺麗なんですよ。子供さんたちも遊ぶので。せっかく綺麗にしたのに汚す人がいるんですよ。
新聞とかゴミくらいは捨てろと思う。30分早えな。あっという間だな。もう終わってしまった。あっという間の30分。プリティはそうめの回だった。笠松のみんなと進む小栗、タマモはどうなる？声優陣強いな。今週めちゃくちゃ短く感じた。いや、笠松メンツ再会は感動した。やっぱ笠松組がメンタルに効くんだよな。もう20話になるのか。アニメの終わりが近づいてきたな。走ってるのルンの顔が良かった。小栗とマーチが一緒にターフを走る姿が見れて泣きそう。あと大野ルンが可愛い。シングレット熱すぎるレースシーンもいいけど、こういう合間の話も面白くて全然中だるみしないのいいよね。ロッペイさんが優しくベルノの背を押すところ、本当にうるっとくる。ムサカさんがベルノにお前もまだあっちにいてよいんだっつーの。大人たちがちゃんとした大人なんだよな。いよいよ有馬に向けて始動です。自分に足りないものがわからない小栗の前に、北原をはじめ笠松の面々が、というちょっといいかい。ここから有馬までどのようなドラマを紡ぐのか期待ですね。2度の敗北とタマモクロスとの差に意気消沈する小栗キャップを救ったのは、かつてのトレーナーとかつての仲間たちでした。笠松組が小栗にとって精神的な支柱になる展開は良いですよね。そして物語は有馬記念に向けて駒を進める。ジャパンカップを終えて燃え尽き症候群に陥ったオグリキャップを笠松の旧友が励ます回。いやー、印象的な初期キャラを大事にしてくれる作品は本当にありがたい。特にノルエイスさんは何度出してくれてもいい。さて、オグリはゾーンをつかめるのか、次回も楽しみです。レースの幕合いではあるけど楽しかった。主人公の復活のトリガーが昔からの仲間との再会というのはベタだけど、だからこそ良い。みんなど真ん中が好きだろうから、北原は良いトレーナーだな。北原に会うと乙女になるオグリ可愛いし、中央来て大人っぽくなり、みんなの輪を眺めるベルノにロッテイが背中を押すシーン、めちゃくちゃ良かった。チーム笠松といるオグリの笑顔輝いてた。居心地良いのかな。そして期待を裏切らない俺たちの北原。いざ有馬記念。馬という字はこの世界にない。ムサカの漫画やアニメじゃない発言。この作品には史実という原作があるからね。タマとの力の差に落ち込んでた小栗だったが、笠松組と再会して闘志を取り戻す。北原もベルノの背を押すムサカも良い大人だ。ベルノがずっとプリティだったな。というか今回は全体的にプリティ度が高かった。小栗はずっとマスコットだったし、ノルンもデレデレママすぎて可愛いし、ブラッキーはお嬢様言葉守ってるし、北原が普通に落ちてたのは笑ったが、まあロッテイさんも有能だからいいが、ベルノの背中をロッペイさんが押してくれるのすごい好き。今回オグリの悩みがメインとして描かれてましたけど、ベルノもベルノで自分の不甲斐なさに憤ってたから、彼女も救う展開になったのは良かった。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。